はい、こんにちは。スナップを撮るおじさんです。今回はですね、私の写真の編集の、一部始終をちょっとお見せしようかなと思っております。正式なやり方とかはちょっと正直わからないので、私なりの、やり方ということになるんですが、参考にできる部分があれば参考にしてみてください。あくまで参考程度にしてもらえたらいいかなと思います。よろしくお願いします。では、まず基本の部分ですね。最初に細かい調整をする前にだいたいこの辺りはいじっておきますよという話をしていきたいと思います。まずはトーンカーブですね。シャドウの部分をちょっと上げていきます。ハイライトはちょっと下げる。で、ここ中間、左から2番目のとこを少し下げて、右から2番目のところを少し上げておきます。そしてこれができましたら、次はこの赤と緑のバランスですね。これも同じような形で調整をしていきます。次はこの緑とマゼンタですね。こちらも同じように調整をしていきます。細かい部分に関しては、被写体が何なのかというところと、その時の撮影した時の環境によってちょっと変わってくるのかなと思います。一旦ここですね。で、次に、変更していくところなんですけど、まずは自然なサイドっていうところですね。こちらはちょっと上げていきましょう。サイドは反対にちょっと下げていきます。で、こちらも被写体によるんですけど、私の場合はグリーンはちょっとサイドを下げておきます。カラーミキサーですね。イエローもちょっと下げます。そしてこの効果のところで、明瞭度を少し下げておきましょう。はい。で、これを踏まえて、ライトのところをちょっといじっていきます。ハイライトちょっと下げます。シャドウはちょっとだけ上げます。白レベルも少し下げます。黒レベルもどっちでもいいんですけど、触らなくてもいいんですけど、割とちょっと下げてあげることが多いかなと思います。で、今この状態を見たときに、ちょっとピンク色が強いのかなという気がします。露光量で多少調整はできるかなと思うんですが、まだちょっとこの辺りピンクが強いのかなと思うので、レッドとかマゼンタをちょっと調整してサイドをコントロールしていきます。はい。若干色味が落ち着いてきたかなと思います。まだちょっと緑が鮮やかすぎるかなという気がするので、ちょっと輝度を上げてみたりとか、基礎をちょっと黄色に
寄せてみたりとか、で自分の好きな色味を探しています。はい。で次は、トーンカーブの真ん中のあたりをちょっといじっていこうかなと思います。あ、これじゃない。で、この真ん中の点を、右にするのか左にするのかで若干見え方が変わりますが、自分の場合は色味を残しつつちょっと、細かく映りすぎない感じの方が、そういった色味の方が好きなので、そこをちょっと調整するイメージですね。ここのピンクがどうしてもちょっと気になるので、これは赤かな。で、少し調整をしました。で、この赤と緑の、色味の場合も、真ん中を若干調整してあげることで、また自分の好きな雰囲気が出しやすいのかなと思います。はい。若干この辺りのハイライトが気になるかなという気がするので、若干ここでハイライトを下げて、露光量も少し下げてあげましょう。もうちょい上げていいかな。ここでピンクがちょっとまた濃いので、少し調整をしてあげます。ここで黒レベルをちょっと調整してみようかなと思います。あとはこの写真の場合はなんですけど、ちょっとこの辺りの白が強すぎるかなと、こっちの花が見えづらいかなと思うので、周辺光量を少し下げてあげます。これで若干見えやすくなったのかなというところですかね。必要に応じてちょっとグリーンの輝度も、調整をしていくといいのかなと。ちょっと間違えましたね。これか。本当であればこの辺をもうちょっとトリミングしてもいいかなと思うんですけど、葉っぱの前後感でちょっと立体感もあるような気がするので、これはこれでいいかなと思います。スナップの場合はあんまり意識をしませんが、霞の授業とかも使えるときはちょっと使いながら、これぐらいかな。はい。では一旦こんな感じで完成という風にしたいと思います。ということでいかがだったでしょうか。このやり方が必ずしも正解というわけではもちろんありません。
でそれぞれ、写真を撮られた方の、こういう風な仕上がりにしたいなっていう意図があると思うので、皆さんがそういった写真を編集するときに何かしら、今回の情報が参考になることを祈っております。それではご視聴ありがとうございました。